今日は朝からバタバタしています。というのは、今から海外に台北に向かう予定になっているからですね。なので、首都高湾岸線に車を走らせて羽田空港に向かっているところです。友達の結婚式以来10年ぶりの海外なので、とても緊張しています。これから台北団体っていうアートフェアに、今から向かうところなんですよ。村上隆さんの開会危機ギャラリーっていうところが出展するので、そこに僕も最近ね、アナログ作品を描いているので、そこで僕の作品を展示する予定になっております。なのでね、これから、台北の方に向かおうと思います。最近ね、もう15年ぐらい海外に行ってないので、海外行ったこと自体もね、ほとんどないので、今回多分ね、3回目ぐらいなんですよね、海外って。だから、それもあって結構ドキドキしているんですが、これからね、この入国審査カードなどを書いて備えようと思っております。ちょっとね、会場の様子とかもどうなるかわかんないんですけども、皆さんにご紹介していこうと思っておりますので、はい、お付き合いください。それでは、行ってまいります。はい、ということでね、今、松山空港に着きました。でね、ちょっとびっくりだったんだけど、入国審査通ってすぐに前にね、大男の人がいたんです。ちょっとでかい人がいて、なんか見たことあるシルエットだなと思ったら、村上隆さんだったんですよね。後からね、合流するんですけども、はい、そんなびっくりがありました。で、これからですね、ホテルに入って、チェックイン済ませた後に会場に向かおうと思います。はい、では、行ってきます。台北団体の会場に到着しました。ここは松山空港から電車で3、40分ぐらいの南港展覧会駅にある国際展示場です。1号館と2号館があるんですけど、今回の展示は1号館で行われます。早速、スタッフ用の入場パスをもらって会場内を進んでいきます。なかなかこういう準備会場を見ることってないですよね。こんな感じで各ブース、パーテッションが切られていて、そこに作品を展示していっている様子です。改めて思いますが、アート作品はものすごく大きなものが多くて、展示するだけでもかなり大変な作業だということが伺えます。多くの展示スタッフが脚立などを使いながら数人がかりで作品の展示をされていました。はい、今会場に着いたんですけども、いやすごい、さっき村上さんになんか会場公民館みたいなとこなんだよっていう風におっしゃってたから、いやなんかどんなで狭いんだろうと思ったら、天井とかめちゃめちゃ高くて、でもすごいんです。そういうところでもないですよね。そうですか。いやでもなんかこんな立派なところで展示させていただいて、いや全然光栄です。香港のもっと立派なところだったんですけど、あ、そうなんですね。香港はまあ本当に展示してすぐ販売できたんでよかったです。よかったです。今回も頑張りたいです。頑張る。はい、こんな感じで、まずはボール紙かな。紙で作品のサイズの当たりを取って位置を決めてありました。他の展示の様子も見ていたんですが、このようなやり方をしているブースは開会危機ギャラリー以外には見られなかったので、オリジナルの独特なやり方なのかもしれません。レーザー水平器を使って水平垂直を測りながら壁に展示用のフックを打ち付けていき、そして最後に作品を壁にかけて完成ですね。はい、といったところで、今、展示していただきました。いや、なんかコース見ると、会場に展示したものって、なんか直接見たことがないので、なんかこんな色で見えるんだ。書くときは、ちょっとでっかいなと思って書いてるんですよ。はい。そうですね。お金持ちのお家はでかいので、それポッとかけるんですね。そうですよ。いや、僕的には結構なデカさだったんですけど、今、そうって書いてたんですけど、他の作品とかを見ると、当たりがめちゃくちゃでかくて、なんかそれに比べると、このサイズでもこんなにちっちゃいのが出てきて、そこはちょっとびっくりしました。いや、でもなんか、これ書くに結構大変だったんですよ。だから、こんなでかいやつを書いていく人って、どのぐらいの体力を注ぎ込んでいくって結構唖然としました。慣れちゃう。村上さんの、京都で展示されてる、ラノベみたいなタイトルの、竜の絵あるじゃないですか。今回はなんか自分で描きますって言ってるんですけど、あれとかめちゃめちゃでかいじゃないですか。こんなの描けるんですか？あれ、大体、僕が描いたのは、2日ジャンプ。それであとは、アシスタントがちょこちょこっと修正したぐらい。あ、そうなんですか。だってめちゃめちゃ結構なかったですか？19メートルぐらいですよね。掴むこともできるんですけど、あれって、自分の行動で書き上げて、でそれを運んでいくんですよ。そうですね。あれはもう、売ってないですね。
本当に素人質問で申し訳ないんですけど、運べるんですか、サイズ。あれロールして。ロールなんですね。はい。あれはペチャっとしてる。はいはい。僕なんかあのサイズのまま、なんか空港に。違う。パネルが何枚に分かれてる作品は別にある。そういうことなんですね。でもそれでもすごいですね。なんかめちゃめちゃでかいものをこう、飛行機で運ぶとか、輸送するとかっていうところまでこう考えてる。いやすごいことだなって思いながら。最初の頃はだからコストが大変なんで、バルーンとか作って、自分のカバンに入れて、こういう怪獣に持ってきて、自分で膨らましてました。自分で持ち込んだんですか。僕らがデビューした頃は、結構難しい時期ですよね。ちょっと言い方悪いですけど、まあ、僕らの頃から考えると、もう、佐藤さんのやつは、お客さんで、みたいな感じっていうか、ところ大変申し訳ない。何や何もかも英語でね、片言でもう全然愛されてるし、いろいろ大変でしたけど、でもまあ、どうですか、自分でご覧になって。なんだろうな、まあ、正直言って2つその同時に感想があって、今の自分としては頑張って書いたっていう感想と、まあ、でも比べるとまだまだ結構しょぼいもんだなっていうところの感想と、やっぱ2つとも感想があって頑張んなきゃいけないなって思ってます。たまたま夏あたりに斉藤さんの YouTube 拝見したら、壁を絵で描いてたんで、そうです結構絵描けるんだったらお願いしてみようかなと思って、まあ、始めていただいたプロジェクトですけど、僕的にはまあ絵がすごく上手だなと思ってどんどん大きい作品をトライしてもらえると、その絵の大きさとその構成っていうのが全然こうおっしゃるようにフィジカルなんだと思うんですよ。そうなんですよね。はい、多分こういい意味でも悪い意味でもそのタブレットとかパソコンの中だとまあ意識が結構無限に広がるっていうのもありますけど、身体感覚はちょっと横に置いてるんですよ。それがこう合体してくるとまた違ったエンターテインメントっていうところにつながっていくかなと思いします。なんか今回書いてみて一番驚きだったのが、今フィジカルっておっしゃいましたけど、僕多分フィジカルって今まで作品作りに使ってなかったと思うんですよ。使ってたつもりでいても、そのアドバイスをいただいて、ここちょっと修正した方がいいかもっていうふうにおっしゃられた時に、この作品だとこの鼻の部分をちょっと修正したんですよ。で、このフィジカルで言ったら、この鼻の部分なんてちょっとしたその労力で修正できるのかなと思いきや、丸2日間ぐらいの修正の労力がかかって、あ、絵描くってめっちゃ体力だって思ったんですよ。そこがなんかすごい驚きでも不甲斐なさみたいな感じました。芸術家の方がやっぱりアトリエ大きいのは、おっしゃるように、気がついたとしても、やっぱり行動して仕上げるのは時間かかっちゃうので、結構寝かせるっていうプロセスがあったりするんですね。なんで、まあ途中まで仕上がったものをちょっと寝かせて、気が乗ったら巻く。そういうふうにしていかないと、やっぱり精神的に持たなかったりするので、それ実感しましたね。それなんか、これどうやって修正しますかって僕相談した時に、これね、ヤスリで削るんだよって言われて、ヤスリで削るのと思って、絵を削るっていうその感覚が僕全然なかったんで。ちょうどこれでも板引いてますもんね。そうですね。パネルが。だから仕上がったら一回これ外して、キャンバスワークに入らしたりして、もうちょっと軽くしたりもしますけど、制作してる時にはやっぱり板を張って、今言ったみたいに安いわけとか、しやすいのには考えてます。はい。人が意外すぎて、削るんだ。コチコチやってました。まあだから例えばですけど、斉藤さんとまあお付き合いさせていただいて今何ヶ月ぐらいですかね。3ヶ月ぐらいです。3ヶ月ぐらいなんで、まあ、ほとんど何にもし合ってないに等しいと思ってます。はい、で、そんな中で僕も非常に失礼なことをいろいろ言ってるかと思うんですけど、ありがたい限り。ただやっぱりお客様はお宅のこう絵をイメージとして購入してくださってる、まあ、T シャツだのカードだの、そういう単価と違くて、オリジナルを、まあ、結構な高額で購入してくださる。つまりこの絵の前にこう立ってじっくり見るんですよね。舐めますように見るんです。もうこうやって見るんです、みんな。コレクターの方は。それで、本当にこれで人呼んで、この1枚で飯食ったり、酒飲んだりするんですよ。この1枚で。はい。それで、ああだこうだ、語らなきゃいけないです、これ。確かによく海外ドラマとかで、なんかそういうパーティー見かけます。そうです。
あれがこうリアルでそうですね。なされてるってのがですはいもちろん絵のことばっか話すんじゃないですけど、みんなまあ、じゃあお食事来てくださいって来て、美味しいねとか、そういえば何々ちゃん子供生まれたねなんて言った時、あれ、あの絵何であれはこういうやつです。あ、そうなんだ。で、食事が終わってデザートで、まあ、ただ黙ってこうやってみて、あ、じゃあお疲れ様でしたって帰っていくときに、記憶に残って、って言ってこう調べて、で、アートフェアとか来て、あ見たことある。それで買ってったりするんですよ。なるほど。そうだからそれイラストってやっぱりこうパッと見の印象というのがすごい重要なんですけども、僕今回その村上さんとお話しさせていただいて、もう絵と本当にじっくり対峙してたくさんの発見っていうかとなんか自分の記憶みたいなのを結びつけるような、なんかそういう媒体としての絵っていうのが多分大事なんだっていうことはすごい感じてて、なんかもっと深くその絵の中に巡っていくというか、自分のフィジカルを重ね合わせるみたいな、そういう向き合い方が必要なんだろうなって思いながら、でもなんか自分の体力のなさにすごい打ちひしがれていた、この1ヶ月、2ヶ月ぐらいだったような気がします。絵描きってよく自殺しますよね。しますね。あれはやっぱりおっしゃったように自分の中に入っていくんですね。で、値段が上がったり、例えばキャリア10年ぐらい経って飽きられないようにするためにもっと濃い提供しなきゃいけなくなった時に、答えは分かってるんですね。自分にやっぱり向き合って、もっと自分を掘り下げなきゃいけない。その時に掘り下げ方間違っちゃったり、精神力が弱かったりすると、うつになったり、それで自殺しちゃったりとかっていう流れにはなりがちですよね。現代社会ではあんまりそういうことはないんですけど、昔はやっぱりそういうことがテクニカルに理解されてなかったので、アルコール中毒だったりして、もしくは80年代だとドラッグ中毒になって自暴自棄というか自殺に近いようなドラッグの摂取であるとか快楽と結びついたところで死ぬ人が多くてですね。村上さんってこう僕から見てたら割とこう順風満帆成功されていったような感じに僕からしたら見えてるんですけど、それなんかこう精神的に追い込まれた時期というか、あの時は辛かったなみたいな瞬間があったんですけど、正直今も辛いですね。やっぱりそうです会社潰れそうだし毎回潰れそう、街潰れそうなんでもうでもそういうプレッシャーで精神的なプレッシャーっていうのをわざとちょっと横に置くようにしてますよね。だからやっぱりプレッシャーがないと作品を作る動機づけにはなっていかないんですよ。満足しきっちゃう。なので作家さんそれぞれこう自分のそういうルーティンがあると思うんですけど、僕の場合はやっぱり会社が危機にずっと崖っぷちに追い込んでいるような状況をなんか作っちゃってるんですよね。どうやって横に置いとく？例えばですよ、斉藤さんとのコミュニケーションは正直辛いです。やっぱりこう気使っちゃうんで、なんかこうやるんだろうな。でもなんか本当に気を使ってくださってるんだろうなっていうのが嫌だろうけど、でもやっぱり知りたいっておっしゃったんで、じゃあ言った方がいいのかな。でもなんか最近はもう言わないでくれって言われたんで言うのやめました。言わないでくれとは言ってない。僕のなんか精神性に向かってるから、なんか辛いと感じは出しちゃってると思うんですよ。いやだけどおっしゃるようにやっぱりこう気分最初からへこませることも僕の本意じゃないので、作品作り切って、今度はちょっとうちの会社でそれをやっていただけるんじゃないかっていう話があったので、そこまでは気持ちよく盛り上がってくださった方がいいのかなと思ったりもしましたので、ちょっとコメントするの控えますけど冷静に考えて、僕は今はまだ台北なんですけど、日本人が北米で成功するのってほぼ無理なんです。アジアの人。それはなぜかというとルールが違うんですね。昔日本の野球の人がなかなか大リーグで活躍できなくて、大谷翔平とかもう見た目に活躍できるの分かるじゃないですか。そうつまり体力が。でもそういう幼少期というか生まれる前から野球っていう文化があって、それがインプントされて、それで子供の頃からメソッドを自分で作ってやっていくようにしなければアメリカでは通用できないぐらい、やっぱりいろんなメソッドとかいうものを駆使してある型にはめていかなきゃいけないですね。それがやっぱりアメリカの芸術、ヨーロッパの芸術っていうのは日本人やアジアの方と全然違うんで、で
僕はそれを一応特許して向こうの世界にいるんで、一応咀嚼して、こうするといいんじゃないか、咀嚼の言葉を自分のアーティストには言ってるんですよね。元さんとかイラストレーター上がりとかも苦しんでる。すごい苦しんじゃってます。僕と同じ苦しみなのかはわからないですけど、やっぱり全然違う世界に。元さんのおっしゃった苦しさは、いや、これでも結局買ってくれても、一人の人が喜んでるだけなんだよね。あ、そうですね。だからイラストレーターとしての喜びと、アーティストの絵描きとしての喜びってまたちょっと違います。なんかその、元さんは表紙とかに載って、今年雑誌が売れたとか、そうすると、多くの人に受けたっていうのが何よりも大事だったんだなっていうのを、初めて知ったんですよ。そうですね。僕もだからこそ、その絵の世界に多分行かなかったんで、ファインアートの世界に行かなかったんで、もっとこう、チャラチャラした動機なんですよ。チヤホヤされたいというか、そういうのが、まあ若い頃も、今ももしかしたらどうなのかもしれないんですけど、だからこそ、まあ似たような苦しみかもしれないですけど、もしかして。ただやっぱり、まあ、僕らから見ると、イラストの方はやっぱりアイドルと一緒で、賞味期限がやっぱり僕らの世界と違って短いので、なので、いまいちだじゃないんですけど、賞味期限の長いというか、一生こう、死ぬまでランニングできるような世界っていうのも、若いうちからこうトレーニングしておくと、まあ、うまくソフトランニングできるんじゃないかなということも思ってそうです。僕もだからその可能性をちょっとこう感じつつチャレンジしているっていうところはあると思うんですけど、まだまだやらないところがあると思うんですけど。いや、まあだから斉藤さんの場合はもう旬の一番綺麗な女優さんっていうか捕まえて、性格女優やった方がいいですよみたいなこと言って、いや、こんな辛い撮るより嫌やわ。もっとグラビアの撮影があるんだ。もう忙しいやんみたいな感じになってるのはわかるんですけど、もうあと数年して、あれって主役が取れなくなってくることもあるかもしれないし、そうした時に違うルートで主役に入るっていう。やっぱ主役は絶対入りたい方だと思うので、主役への入り方をこういろいろとこう、教授お願いします。いや、全然頑張ります。我々としてはね、一生懸命頑張って制作してくださったんで、販売できるように頑張ります。よろしくお願いします。まだまだあと十数枚書く予定なので、はい、その調子で頑張っていきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。展示の準備風景にお邪魔しましたが、実際には僕がお手伝いできることはないということなので、村上さんのスタッフの方とご一緒させていただきまして、街を散策しました。古いモンスターのようなマンションとね、あと新しい近代的な建物が混ざっていて、まるで異世界に来たような面白い街並みです。訪れた日はとても天気が良くて、めちゃめちゃ暑かったです。あ、ちなみにね、僕が面白いと思ったのは、電車ですね。日本の電車はまだ紙の切符が残っていますが、こっちの電車は電子化が進んでいて、こういう IC チップが入ったコインを使います。これを改札機でピッとやると電車に乗れるっていう仕組みですね。今回は超人気インスタグラマー台湾飯さんも同行されていて、グルメツアーをされていました。村上さんのご厚意で、そこに僕も同行させていただいた形です。はい。ルーローハンとチキンスープ、すごく美味しかったです。建物と建物の間をすり抜けて、細い空間の奥に急に空間が開けて、おしゃれなカフェがあったりして、すごく面白かったですね。あ、それと、後でね、気になって書店にも行ってみたんですが、いや、もしかしてないかなって心配になったんですが、よかった。ありました。僕の書籍の翻訳版もちゃんと置いてありました。はい。後でね、出版社の方に聞いたら、うまく書くの禁止が一番売れているそうです。ありがとうございます。さて、日付変わって翌日、5月9日、展示会本番です。あ、本番といってもね、一般開放は翌日からということなので、9日は事前に招待された方とメディアを呼んだ VIP プレビューということでした。はい、こんな感じで、僕の作品も展示が完成しておりました。キャプションは、横の QR コードをスマホで読み取ると表示される仕組みになっております。はい、すっきりしていておしゃれな見せ方ですよね。いちいち勉強になります。開会機器のアーティストさんの作品もこのように展示されておりました。作品によって色々な見せ方がされています。
観客に公開しながら描くライブペインティングも行われておりました。スマホで下書きを確認しながら筆一本でその場でね、バババババって作品を書き出していく姿、痺れました。かっこいい。僕はですね、デジタルの世界でこれまで生きてきて、どこか意識的にアートというかね、アナログ的なものからどこか目をそらしていた感じがあったんですが、今回自分の作品を展示したことを機に、じっくりと色々な作品に触れて観察してみて、改めてね、実物としての圧というか、存在感をバシバシ感じて、はい、正直に言います。まあ、半分というか、いや、もっとだな。3分の2ぐらい毛をされながら、で、その一方で3分の1ぐらいワクワクしながら、展示会を堪能させていただきました。いやー、なんというか、僕にとってはね、すごく刺激的な体験でした。はい、といったところで、いかがだったでしょうか。今回はね、初めての海外での展示っていうことで、精神的にもね、結構体力的にも疲れて、ちょっと疲れたな、みたいな感じだったんですけども、でもね、実際の作品の圧とかね、感じながら、いろいろ思うところがありました。で、今回は海外での展示だったんですけども、今後ね、もしかしたら日本で、展示することもあるかもしれませんので、その時はぜひ、皆さんも見に来ていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。